突発的にベスパを増車しちゃいました。ね、ご近所のあれですよ、あれ。とにかくこれからいろいろ整備していきます。これ初期型なのでメーターに液晶パネルを使ってるんだけど、ほぼほぼ見えないの。だからいらないって。まず昼間の感じはこれ心眼があると見える感じかな。かろうじて情報が読み取れるから乗れなくはない。でもガスかけとかオーバーヒートとか怖いから修理しないと。夜になるとバックライト主体になるんだけど、ほぼほぼ見えない。作ったらビネガーシンドロームとかいう症状みたい。直す方法はあるみたい。とにかく外してみた。爪を一つずつゆっくり外して順番に少しずつ緩めていく感じかな。透明部分が取れた。ゴムの防水パッキンが入ってるよ。化粧板はそのまま取れる。インジケーターの透明パーツもそのまま取れるよ。メーターの針は脇からマイナスドライバーを入れてちょっとずつ浮かせて外した。ここで折ったりしたら超面倒くさいので慎重に作業してる。表示板は小さな爪で引っ掛けてあるだけ。ちっちゃい押さえの枠があるね。プラスチックの爪を3箇所押し込んで液晶板を左側から浮かせるよ。あとエンジンチェックランプとかの透明パーツを外そう。補修用の偏光フィルムと重ねてみた。よくわからん。とにかく剥がしちゃうか。初体験 YouTube で情報収集したから大丈夫。症状的には古いゲームウォッチで画面見えなくなるのと似てるみたい。表側から剥がしていく。カッターで取っかかりを作るよ。思ってたより剥がれない。次は裏側を剥がすかな。バックライトの拡散フィルムみたいなのが貼られてるけど、まあいいか。
シンドロームってこれのことか。今回のベスパの液晶板はこういう構造みたい。剥がしたフィルムと新品のフィルムを重ねてみる。角度を変えると色が変わるね。円の部分は色が変わるけど、内側の変色部分は色が変わらない。やっぱり加水分解で機能が失われてる。このせいでメーターの表示が出ないんだな。一番色が薄くなったところで切るのが正解みたい。仕組みは知らんけど、購入する偏光フィルムによって角度は違うから、しっかり確認しないとダメ。偏光フィルムにのり面と表示側があるから、通り気をつけて。あと、液晶の表面と裏側で偏光フィルムの角度が違う。だから同じ角度で2枚切り出すと色が変わっちゃうよ。剥がしたフィルムそれぞれに角度を確認して切った方がいいみたい。あと偏光フィルム思ってたより硬かった。液晶板をクリーニングするよ。家にレンズクリーニング用の無水アルコールのボトルがあってよかった。無水アルコールで取れるね。スマホの保護フィルムと一緒でホコリを挟みやすい。今回結構でかいのが残っちゃったけど、威力がなくて作り直さなかったよ。これでいいのかな。水平に液晶板を押し込んで、爪を引っ掛けて、いよいよ装着。どうかな。液晶表示された。とりあえずおかしなところはないから修理成功。
フィルムの貼り替えは検索するといろいろ出てくるから、それを見てみるのもいいと思うよ。あと変更フィルムは裏側だけ貼り替えるんでも治ったかもね。